ニューガンダム、スペック、分類ニュータイプ専用試作型モビルスーツ、生産形態試作機フラッグシップ機、形式番号、RX93、頭頂高 22.0 メートル、全高 23.0 メートル、本体重量 27.9 トン、全備重量 63.0 トン、主動力熱核融合炉、ジェネレーター出力 2980kW、スラスター総水力 97,800kg、走行材質ガンダリウム合金、センサー有効半径 21,300m、開発組織アナハイムエレクトロニクス社、開発拠点フォン・ブラウン、開発者オクトバーサラン、設計アムロレイ、所属組織地球連邦軍、所属部隊ロンドベル、主なパイロットアムロレイ、概要、シャア・アズナブルを総帥として再興したネオジオンに対抗すべく再編された地球連邦軍ロンドベルのフラッグシップ機と呼べるモビルスーツ。かつて1年戦争で RX78 ガンダムを借り有名を馳せたアムロレイが自らの専用機として設計を行った機体である。基礎設計はこれまでに開発された歴代のガンダムタイプを参考に、そこから算出された平均値に技術発展によるアップデートが施されている。ガンダムタイプとしては初のフルスペックなニュータイプ専用機でもあり、サイコミシステムや誘導兵器、フィンファンネルが装備されている他、開発中には現場の独断でコックピット周辺のフレームにサイコフレームが搭載され、これにより重量が当初の想定よりも 3kg 軽量化されている。この機体はアナハイムエレクトロニクス社のフォン・ブラウン工場で建造され、実質3ヶ月という短期間で完成した。これはムーバブルフレームの工業製品及びテクノロジーとしての成熟とアナハイムや連邦軍のエンジニアの不眠不休の努力の賜物であり、またアムロ自身による MS への深い造形によるものであるとされる。また本機がロールアウトするまでの期間にアムロが登場していたリガジで得た経験も生かされており、ゼータ系の機体の基礎設計はコピーが容易で堅牢な構造を持つ反面、操作は非常にデリケートで先鋭的な挙動を示す傾向にあった。またグリプス戦役以降の MS は異業種の参入や新技術の爆発的な進化に伴って異なるコンセプトの融合が過剰に図られる傾向にあり、スペックは向上したもののバランスを欠いた機体が多かった。ニューガンダムはその傾向に一石を投じ、連邦系 MS の原点に立ち返ったベーシックな機体となっている。ニューガンダムの設計に際しアムロが心がけたのは、まず信頼性と耐久性であり、戦闘が長期化した場合に備え、メンテナンスやアップデートが容易なよう可能な限り規格品を使用し、各部をユニット化することにあった。そのためにはグリプス戦役以来の実績を持つムーバブルフレーム構造は都合が良かったが、アムロは各デバイスそのものの交換なども容易なよう改装を施している。その上機体が大型化していることを逆手に取り、軽量化も兼ねて武装等をできるだけ内装化させないようにしたことで構造的に余裕が持たされている。この構造はロールアウト直後の戦闘そのものをトライアルとして得られたデータのフィードバックを可能とし、またサイコミデバイスのサイコフレームとの置換にも有利に働いていた。ボディユニットは RX78 の基本構造を踏襲し、大型化した機体とのバランスを考慮した上でサイコミデバイスなどの付帯機能を盛り込んでいるほか、ゼータ系の部材も採用し、センサー類などはアナハイムが独自開発したバイオセンサーやインコムデバイスのスピンオフ技術なども援用されている。基本的にはワンオフを前提とした機体であったが、アナハイムと連邦軍兵站局などにも配慮し、後の量産化も可能な設計が施され、 RX93 の正式番号と開発費を捻出している。サイコミ装備以外のものはほとんど軍の規格品か、それに準じた調達容易な資材や資料が多く使用されており、コクピットのリニアシート後方にはサイコミ受信パックが存在し、敵 NT の脳波を増幅して受信することで素早く対処することを可能にしている。腕部も他の量産型 MS と基本構造が同一のフレームを使用しているが、デザインそのものや消耗品以外の部材、ケーブルなどは標準的な規格品を超えるえりすぐりが供給されている。そのため構造は非常にベーシックなもので、稼働も安定しており、万一敵 MS とのマニピュレーターによる打突戦を経過した後でも
その機能には全く支障が出ないだろうと言われるほどの信頼性を獲得している。脚部も腕部と同様に非常にベーシックな設計が施され、ふくらはぎ部分の追加バーニアも RX78 設計案に盛り込まれていた機構であり、無重力空間のみならず機体の機動性を向上させている。特にフィンファンネルを装備した場合、状況によっては機体の完成重心が頻繁に移動してしまうため、複数の高出力スラスターの装備は不可欠であった。フィンファンネルは背部のターレットに装備されている状態でも自重を相殺するに十分な機動性を持っているが、機体に対してのアンバック装備としてはほとんど機能しないため、ニューガンダムは獅子の挙動でそれを補う必要があった。当然前線に到達する以前にプロペラントを消費するのは賢明ではなく、そのためニューガンダムには機体の重心移動に対応したプログラムが独自に開発実装されており、脚部はその際に各部に発生するノーメントを制御する非常に重要なユニットとなっており、レスポンスも人間並みの反応速度であると言われている。完成した本機は宇宙世紀93年時の機体の中でも最強クラスの高い戦闘力を持ちながら、汎用性や信頼性にも優れているという傑作機となっている。しかも継戦能力もかなり高いようで、長時間にわたって戦闘を行っていたにもかかわらず、戦闘力の衰えはほとんど見受けられなかった。操縦者アムロレイ、最後の登場機体フォン・ブラウン工場にて調整を行っていたが、工場を訪れていたアムロが部隊から帰投命令を受けたことにより、軽装状態で強引に出撃。ロンドベル艦隊を攻撃していたレズン・シュナイダー率いるネオジオン軍の部隊を撤退させている。後にフィン・ファンネル等の装備が完成するとロンデニオンに送られ、アクシズ効果作戦の阻止のために実戦投入されて、ギラ動画やギュネイガスのヤクト動画を撃破。クエスエアのアルファアジールも圧倒している。その後シャア・アズナブルのサザビーと交戦して撃破し、地球へ落下するアクシズの後部をサイコフィールドを発生させながら押し返したが、アムロやシャアと共に行方不明となっている。この現象はアクシズショックと呼ばれ、地球連邦軍内でも伝説として語り継がれている。装備、機能、特殊機能、サイコフレーム、コクピットフレーム部に採用された構造材、サイコミュ機能を持つサイコチップが金属粒子レベルのサイズで封入されていて、サイコミュシステムの小型化や機体の追従性の向上等といった恩恵を得ることができる。開発担当者のオクトバーはアムロとチェーンに当初アナハイムの材料開発部から流れてきた情報を元にしたと説明していたが、後にチェーンに対してネオジオンから提供されたという内容の手紙を渡している。これは本機の当初の設計図を見たシャアが対等の条件でアムロと決着をつけたいと考え、ジオン側機体も生産している A グラナダ工場を介し、わざと横流ししたためである。サイコフレームに人の意志が集中しすぎてオーバーロードを起こした際にサイコフィールドを発生させ、地球に落下するアクシズを押し返すほどの力を見せた。フルサイコフレーム、その名の通り全身のムーバブルフレームをサイコフレームで構成したもの。ビームバリア、フィンファンネルを複数展開して形成する防御フィールド。フィンファンネルの開放型メガ粒子加速体を転用している。最低4機展開すれば4面体のバリアが形成され、時期を全方位のビーム攻撃から保護することが可能になる。メガ粒子の縮体に必要なシステムはアイフィールドと基本原理が共通しているため、開放型を採用したことでこのような使い方が可能となったとされる。なお、バリア内に敵機のファンネルが侵入しようとした場合、サイコウェーブが逆流して敵パイロットに生理的なダメージを与えるようになっている。ダミーバルーン、センサーディマン用の装備。バルーン自体はリガジのものの転用品だが、各部形状は簡略化されている。マニピュレーターの先端部に格納され、射出する際は先端を展開する。機雷も内蔵されており、触れると爆発する。武装、必殺攻撃、バルカン砲。頭部に左右一対2門装備されている。連邦軍の標準的な内装火器であり、基本的には牽制や迎撃等に使用されるが、アムロのような腕利きのパイロットが使えば MS の頭部を破壊可能。操作の信頼性を重視してケースタイプが搭載され、逆境は側頭部スリットから排強される。
口径は 60mm と 90mm の2つの説がある。ビームライフル。ニューガンダム専用に開発されたビームライフル。出力 3.8MW。当時主流となっていた E-PAC 方式は採用されておらず、内蔵 E キャップ仕様の本体供給方式となっている。バーストセレクターを搭載し、通常の単射と圧縮したビームを断続的に発射するマシンガン状の速射に切り替えが可能。また最大出力時は当時の戦艦の主砲と同等の威力を発揮しており、実際に遠距離からの射撃が艦砲と誤認される例もあった。グレネードランチャー。ビームライフルの重心上部同軸装備として装填されているカスタムタイプビームサーベル。バックパックの右側にマウントされている接近戦時の主兵装。本機専用のカスタムタイプで、刀身の形や形成をバイアスやアレンジできるように、エミッターや増幅装置が独自設計されている。また、絵尻からも小型のビーム陣を形成可能。切りかかるまではビームが発生しないようにリミッターが備わっているが、この機能は当時の主流であり、大抵のビームサーベルに付加されている。スペアビームサーベル。左腕部にマウントされている予備のビームサーベルで、カスタムタイプと比較して出力は低い。特に改良等は加えられておらず、性能も標準の域を出ない。こちらもリミッター機能が備わっている。ニューハイパーバズーカ。背部にマウント可能な 280mm 口径の実弾兵器。総弾数は5。当時の連邦軍 MS が使用していた汎用バズーカをニューガンダム用に改装しており、弾頭の破壊力や射程がアップデートされた。弾倉は開放式の方形弾倉が後部に固定されており、砲口の下にはナローセンサーも設置されている。並行して使用するだけでなく、背部にマウントしたままでも発射が可能。さらに通信用のワイヤーによる有線リモートコントロールにも対応している。AVF 93AR。フィンファンネル。バックパック左側に6機装備された無線式の誘導攻撃端末。パイロットの感応波によりサイコミを通してコントロールされる。小型ジェネレーターと開放型のメガ粒子加速体を内装した3つのブロックで構成され、それ自体がファンネルのアンバックユニットとして機能する。従来のファンネルよりも大型化したが、稼働効率や実動時間、機動性、運動性はそれらを凌駕している。攻撃時にはこの字型に変形し、高出力のビームを発射する。マウント時は放熱板のような外見になっており、この状態でも自重を相殺するためのサブスラスターとして機能する。だがニューガンダム自身のアンバックユニットとしてはほとんど機能しないことから、戦場に到達する以前にファンネルのプロペラントを消費してしまうことを避けるため、マウントしているファンネルの数に応じて頻繁に移動する重心に対応可能な機体完成プログラムを独自開発して搭載。これによってフィンファンネル装備時に機体の四肢を使ったアンバックとスラスターによるモーメント制御を行うようになっている。ビームバリアを形成することも可能だが、一方で急増品ゆえに一度機体から射出した場合、戦闘中の再装着は不可能。プロペラントやエネルギーの補給機能も持たない。シールド。左腕部に装着される実体立てで、表面にはアムロのパーソナルマークが描かれている。裏面の上部にはビームキャノン用のジェネレーターを内蔵し、下部先端にビームキャノン砲新先端部が見える。ビームキャノン、ビームガンと表記されることも。シールドの裏側に一門装備されており、専用ジェネレーターからエネルギー供給を受ける。出力は1年戦争時に使用されていたビームライフルと同程度の 7.8 メガワットミサイル。シールドの裏面ビームキャノンの砲身先端部近くに左右に機ずつ計4機装備されている。チャンネル登録、高評価お願いします。